結婚から4年目。最近、意見のすれ違いからギクシャクとした状態だった私に、帰宅した夫が宝石店の紙袋を差し出す。今までごめんな。これ、プレゼント。私こそごめんなさい。ネックレスだよ。君の名前を入れてもらったんだ。夫から受け取った箱を開けた私が見たのは、見知らぬ女性の名前が彫られたネックレスだった。これ、誰なの？そう問いただす私に夫は、店が間違えたのだと言い、慌てている。その直後、夫が取り出したあるものを見て、私は夫の浮気を確信した。私の名前は尾崎さつき、30歳の会社員だ。3歳年上の夫、純一とは結婚から4年が経つが子供はおらず、現在も夫婦2人で暮らしている。私たちは最初から子供は授かり物だし、自然に任せようと話していた。だが、結婚3年目を迎えた頃から、子供はまだなのかという周囲の声に辟易するようになっていた。そんなことが続くと、自然にというのは難しいのではと私は考えるようになり、帰宅した夫と話すことにした。ねえ、私も30歳を迎えたし、そろそろ不妊治療のことも考えた方がいいかしら。不妊治療？ええ、自分の体のことでもあるし、一度くらいはきちんと調べてもらうのもいいかなと思って。それって、俺も一緒に病院に行くのか？場合によっては。でも、あなたが嫌なら私だけでも。病院であれこれと調べられるのはごめんだ。俺は協力しないからな。夫は露骨に嫌そうな顔をして、そう言い残すと自室に引っ込んでしまった。治療とはいえ、いろいろと赤裸々に話さなくてはならないことになるだろうし、私は夫が嫌なら無理強いをするつもりなどなかった。しかし、その日から夫は私と話をするのを避けるようになり、帰宅時間もだんだんと遅くなっていったのだ。私がいきなり不妊治療の話をしたのが良くなかったのだろうか、と謝罪したのだが、夫からは別に、お前が病院に行きたいなら勝手にすればいいじゃないか、という返事が返ってくるだけだった。その後も、夫に話しかけても無視されることが続き、私は次第に息苦しさを感じるようになっていった。夫は、家にいるときはいつも自室で過ごしていたので食事を運ぶと、誰かと電話で話しているところに、私が声をかけると迷惑そうにしていた。夫から勝手にしろと言われたので、私は病院に一人で通うことにした。検査結果は特に異常なしと言われ、少し安心したのもつかの間、今度は旦那さんも、と言われた。だが、今の夫にそんな話をするのは、ますます関係が悪化しそうで怖かった。私に問題がないのならば、夫との関係が元に戻れば、子宝に恵まれることもあるだろう。これ以上は余計なことを言わずに、関係を修復していくことを最優先にしていこうと考えた。そんなある日、帰宅した夫は、私に有名ジュエリーショップの紙袋を差し出してきた。これは？このところ、お前とちゃんと話していないだろ。俺が変な意地を張っていただけなのに、ごめんな。私もいきなり不妊治療なんて話をしたのも悪かったから。これはお詫びというか、感謝のプレゼント。私は夫の手から紙袋を受け取ると、中を覗き込んだ。きれいに包装された細長い箱が入っている。ネックレスだよ。名前も入れてるんだ。そう。ありがとう。
私のような30代がつけるには少し若い人向けのデザインが多いブランドのものだったが、わざわざ私のために選んでくれたであろう夫の気持ちが嬉しかった。開けてもいい？箱を取り出し、包みを解いていく。箱を開けると、やはり可愛らしいデザインのネックレスが収められていた。しかし、ネックレスを取り出して刻印が入っているというハート型のタグを裏返した時だった。そこには、ナオミと刻まれていたのだ。ナオミ？え？夫が慌てて私の手からネックレスを奪った。ねえ、ナオミって誰？あってはならないことだが、店側が間違えて渡したというのだろうか。いや、受け取りの際に確認した上で包装して渡しているはずだし、よほどのことがない限り、こんなことは起こらないだろう。それに、店側のミスならば、すぐに間違って渡されたと言えばいい話で、夫がこんなに狼狽する必要もない。夫の目がどうごまかそうかと語っていた。どうしたの？いや、店が混雑していたから店員が焦って間違えたんだろう。明日にでも交換してもらってくれよ。私は夫の言い分には納得がいかず、じっと夫を見つめた。5秒ほどの沈黙が流れた後、夫のスマホがブルブルと震え出した。電話じゃないの？夫は慌てながらスマホを取り出す。夫は職場からだと言いながら廊下に出ていくと声を潜めて話し始めた。翌日、夫はやっぱり店が間違えたようだと言いながらネックレスをよこしたが、昨日のものに比べるとかなり安価なものだった。本当に店が間違えただけなのか、それとも別の誰かに送るつもりだったプレゼントを私に渡してしまったのだろうか。私はナオミという人物が何者なのかを調べてみようと考えた。調べると言ってもどうしたらいいのだろう。興信所の相場を調べると気軽に依頼できるような金額とは言えなかった。ある程度の確信を持ってから依頼した方がいいかもしれない。とりあえず私は身近なところから証拠集めをすることにした。浮気をしているなら絶対に何か不自然なお金の動きや夫の行動があるはずだからだ。夫の行動については私が毎日記入している日記を見れば、夫が何時くらいに帰宅したかくらいは把握できる。お金に関しては夫の個人的な貯金までは知らないが、クレジットカードなどの利用履歴は1年分くらいなら調べることもできるだろう。その結果、夫の帰宅が特に遅い曜日が決まっていたり、クレジットカードの支払いの多くがあるキャバクラ店でされていることが分かった。ナオミという女がホステスなら、お店に通っているだけで高額なプレゼントも気を引こうとして貢いでいるだけかもしれない。水商売の女性だと肉体関係があっても不貞行為には問えないかもしれない。場合によっては慰謝料なども諦めるしかないことも多いと聞く。とはいえ、身につけるものに名前を刻印してまで送ろうと思うくらいには付き合いはある女性だろう。既婚者と相手が知った上で不貞行為があるのなら相応の償いをしてもらいたいとは思うが、相手が悪いなと思った。とりあえず女の正体だけでも知っておきたい。その店に浮気相手のナオミがいるかもわからないが、今はこのくらいしか手がかりがない。私が行動しなくては何もつかめないことも事実だった。ナオミのことを尋ねようと店に連絡すると、電話口の男性は体験入店の相談だと思ったようで、一方的に説明をされた。
否定しようと何度か口を挟もうとしたが、未経験者ならぜひとも体験入店してみなよ、と話を聞いてはくれず、一度店に来るようにと言われて、電話は切られてしまった。そのまま知らないふりをしてしまおうとも考えたが、翌日、私は指定された時間に店に向かった。その店は銀座や六本木にあるような高級クラブとは言えないようなものだった。水商売の女性は確定申告をしない人も多いと聞くし、店が社会保険に未加入だったら正確な収入を把握できないわよね。そうなるといろいろと面倒だわ。そんなことを考えていると、店の裏口からボーイ姿の男性が出てきた。私に気がつくと男は、電話をくれた体験入店の人と言いながら、私の頭からつま先まで寝踏みするように見つめてきた。ああ、容姿は合格。早く中に入って支度して。ちょっと待って、私はそういうのじゃ。男は、心配しなくても大丈夫と笑いながら、私の背中を押してきた。私は抗うこともできずに、そのまま店の中に入ることになってしまった。店内には、たくさんの女性の写真が飾られている。私が写真を見ているのに気がつくと、男が作った笑顔で話しかけてきた。ところで、年いくつ？30とは言えず、つい25歳だと言うと、男は、ナオミちゃんと同い年なの？と驚く。ナオミ？うちのナンバーワン。ナオミというのは源氏名なのか、それとも夫と関わりのある女性とは別人なのだろうか。男は店先に飾ってある女性の写真の一つを指さして、彼女がナオミちゃんだよと教えてくれた。美人でしょ？男は笑いながら、私に体験入店のためのレンタルドレスと靴を渡すと、早く着替えてねと部屋を出て行った。ここまで来たら腹をくくろう。そう思った私は、渡されたドレスに着替えることにした。しばらくすると女性たちが出勤してきて、私を見ると、メイクはもっとこうした方がいいと手直しをしてくれた。鏡に映った姿は別人で、自分だと言われても信じることはできなかった。だが、出勤してきた女性の中にナオミはいない。開店してからも彼女を見つけることはできなかった。今日は休みかしらと考えていると、ナオミと夫が腕を組みながら店に入ってきた。とっさに顔を隠したが、夫は私に気がつくことなく前を通り過ぎていく。安心した反面、4年も連れ添った妻に気がつきもしない夫に腹が立った。別の席であれこれと指示されるがままに灰皿などを片付けながら夫たちの様子を観察する。店の中での2人は普通のホステスと客といった感じだ。夫とナオミは私が怪しむような関係ではなかったのだろう。こんなことまでしている自分を滑稽に思いながらも、私は少し安心していた。その日の給与を渡され、着替えて外に出ると、夫が店の前に立っていた。実は私に気がついていたのでは、と思いながら、私が夫に声をかけようとした時だった。ナオミが、お待たせと、夫に駆け寄っていく。夫は嬉しそうに手を振りながら答えていた。ナオミの胸元には、あの時私に渡してきたネックレスが光っている。あのネックレスの相手は、間違いなくこの女なのだと確信した。二人は腕を組んで歩き出した。私は二人に気づかれない距離を保ちつつ、後を追った。大通りでタクシーに乗った二人を追いかけるために、私もタクシーを拾う。30分ほど、
自宅とは反対方向に走った後、タクシーはあるマンションに止まり、二人は体を寄せ合って中に入っていった。もらったばかりの給与袋からお金を支払い、タクシーから降りる。次に私が見たのは、部屋に一緒に入っていく二人の姿だった。私はスマホでそれを撮影し、しばらくその部屋を眺めていった。部屋に送っただけ。少し部屋に入ってお茶でも飲んでいるだけ。そんな私の淡い期待は、ナオミの部屋の明かりとともに消え去った。私はその日から何も気づいていないふりをしながら、夫がナオミの部屋に出入りしている姿と時間を記録することにした。夫は1ヶ月のうちのほとんどを彼女の部屋で過ごしていた。そして1ヶ月後の休日、私は久しぶりに食事をしようと義両親を自宅に招くことにした。突然の誘いに義両親は、もしかして妊娠と期待に満ちた視線を私のお腹に向けてきた。残念ながら、私は妊娠していません。私の言葉に義両親はがっかりしている。あなたたち、仲良くしているの？ええ、先日はこんなプレゼントをくれたんですよ。私が夫からもらったネックレスを見せると、少し安心した様子だったが、次の私の言葉に目を見開いた。でも、純一さんには他にもネックレスを贈る女性がいるみたいで、私は今まで集めた夫とナオミの写真を義両親の前に並べた。義両親はその写真と夫、そして私を順に見つめてきた。ねえ、この女性のことを聞かせてくれる？知り合いだよ。知り合い？彼女の間違いじゃないの？さつきさん、この女は誰なんだ？ナオミさんというホステスの女性でしょ？彼女とはもう1年ほどの付き合いだと聞いたわよ。聞いたって？体験入店の際に気の合った女性と連絡先を交換していた私は、彼女がナオミをあまりよく思っていないことを利用させてもらい、いろいろと話を聞いていた。最初は本当に夫とは客とホステスだったらしいが、はためにも徐々に関係が変わってきていたことを感じていたらしい。一人暮らしの女性の部屋で、あなたたちが何をしていたか聞いてもいい？やましいことは何もしていない。やましいことって？それは。もう彼女の部屋に出入りしていることも知っているし、こうして証拠も揃っているわ。今さらごまかさなくてもいいんじゃないの？そうだよ。俺とナオミは付き合っているんだよ。夫はわなわなと体を震わせ、絞り出すように言った。あのネックレス、あれがなければ気がつかなかったのにね。そうだな。ついでにお前のものも、なんて思わずに、彼女にだけプレゼントしておけばよかったよ。私の方がついで。か。夫の言葉に乾いた笑いがこぼれる。このネックレスは、夫の浮気の負い目を埋め合わせるために購入されたものだったのだ。何か不満でもあった？顔を合わせれば、親戚連中には子供はと聞かれるし、挙句にお前まで不妊治療をしたいとか言い出して、そういう行為もお前が相手じゃ、子作りの作業みたいに思えて仕方なかったんだ。だから浮気したの？お前だって嫌だったんだろ。だから治療だとか言い出したんだろ。ええ。治療のこともあなたの言う通り。会うたびに言われるんだもの。嫌だったわよ。でも、私はあなたに治療を強制するつもりはなかったし、浮気もしなかった。子供ができなくても、このまま夫婦で暮らしてもいいと思っていたのに。
あなたは一人で逃げた上に、私を裏切ったのよ。その後、夫はしばらく黙り込んだ後に、私との離婚をすんなりと受け入れた。慰謝料として350万円と共有財産を分与されて、私の4年間の結婚生活は終了した。こんなに離婚が早く成立したのは、夫がナオミとの再婚を考えていたからだろう。だが、彼女にはその気は全くなかった。夫はナオミから、所詮はただの営業、本気にするなんてと嘲笑され、ネックレスも名前なんて入れるものだから、高く売ることもできずに迷惑だったと突き返されたそうだ。離婚の理由でもあるナオミには、相手が水商売の女性相手に無理を承知で慰謝料請求をしたのだが、こちらに弁護士が入った上に、客との個人的な付き合いを店に知られたくないという彼女の都合もあり、150万円を受け取ることで納得してほしいと言われた。その際の話し合いの中で、ナオミには再婚の意思はないことを知っていたが、わざわざ私が元夫に教えてあげる義理はない。義両親からは、自分たちが口出しをしたばかりに、と謝罪をされた。しかし、義両親や親戚からの言葉がなくても、夫は何かと言い訳をしては、私を裏切っていたように思う。そんな風に考えれば、気が楽だった。離婚してからの私は、一人暮らしを満喫している。今は友人と食事をしたり、旅行に出かけたりして楽しみながら、これからのことはゆっくりと考えていきたいと思う。